はいどうも皆さんこんにちは。今回は織田氏の内乱についてお話ししていきます。織田信長の父織田信秀が死んだことにより後継者となったのは織田信長だったんですが、家督を継承した織田信長は早くも困難に見舞われます。信長の家が2つに分裂してしまうんです。対抗勢力となったのは信長の弟である織田信雄を中心とした勢力でした。要するに弟と家督をめぐって争ったということですね。それでは早速織田氏の内乱について見ていきましょう。まず最初に今回信長と戦っていくことになる織田信雄についてお話ししていきます。織田信雄は織田信長の弟です。前回の動画でもお話しした通り、父信秀の葬儀に際しては信長が袴も履かずにお香を掴んで投げるという不作法な振る舞いだったのに対して、信雄は折り目正しい袴を履いて丁寧な作法でお香をあげたと言われています。こうして信長の家は2つに分裂していったのでした。ちなみにこの時信雄派についていたのが後に信長の家臣として活躍していく柴田勝家です。さて信長と信雄の父である織田信秀が死んだことにより、信秀が居城としていた末盛城は空いてしまいます。この末盛城はどうなったのかというと、この後弟の信雄が継承しています。つまり名古屋城の信長と末盛城の信雄という状況になっていくのです。家督を譲られたのは信長でしたが、信雄も自分こそが父の後継者だと考えるようになっていき、信長派と信雄派の争いが始まっていくことになります。このような混乱の中で行われたのが聖徳寺の会見でした。斎藤道三と織田信長が聖徳寺で会見を行ったという有名なお話です。そもそもこの会見は斎藤道三から持ちかけたものでした。しかしなぜ斎藤道三は信長に会おうと思ったんでしょう。斎藤道三の娘である濃姫が嫁いだ信長がどのような人物か気になっていたということもあるかもしれませんが、他にもこの聖徳寺の会見が行われた理由として六角氏が関係していたとも言われています。ここで突然出てきた六角氏ですが、六角氏というのは近江国南部、現在の滋賀県の南部を統治していた一族です。美濃や尾張からは少し離れていますね。一見聖徳寺の会見には関係なさそうです。しかしこの六角氏が聖徳寺の会見に関係しています。というのも当時の斎藤氏と六角氏は対立していたからです。この頃の斎藤道三は主君である時氏よりも力を持っていたということは前回お話ししましたが、この頃には時氏の当主である時頼成を追放していました。会社で例えると社員が社長をクビにして会社から追い出したって感じですね。さてこうなると追い出された時頼成は困ります。時頼成はこの後どうしたかというと、親戚を頼って近江へと亡命していたんです。その親戚というのが六角貞頼でした。時頼成の妻は六角貞頼の娘だったのです。こういった事情があったので六角貞頼は時頼成を助けるという名目で美濃を攻撃していました。現代の感覚では六角貞頼と斎藤道三では斎藤道三の方が有名なので、六角貞頼は大したことなさそうに感じますが、当時の感覚は反対だと思います。六角氏の方が斎藤氏よりも有名だったはずです。というのも六角氏は名門中の名門、将軍が京都から追い出された時にまず最初に頼るのが六角氏だったと言っても過言ではないほどの一族です。つまりこの時ピンチだったのは六角貞頼ではなく斎藤道三。こんな状況でもし織田氏に裏切られたら挟み撃ちされて大変です。ということで斎藤道三は織田氏との同盟関係を再確認する必要があると考えて織田信長に会見を持ちかけたのでした。この斎藤道三からの依頼を承諾した信長は聖徳寺へと向かっていきますが、道三は道沿いの小屋に隠れて信長がどんな人物かを見定めようとします。そこに現れたのは奇妙な格好をした信長でした。だらけた格好をした信長を見た道三は聞いていた通りのうつけ者か、織田氏は敵ではないなと考えて聖徳寺へと戻っていくんですが、聖徳寺に現れたのは先ほどとは別人のように折り目正しい服装をした信長だったんです。おそらく道三は驚いたでしょうけれど、滞りなく対面は進み、会見はお開きとなります。会見を終えた斎藤道三は、自分の子供はやがて信長に従うだろうというほどに信長を高く評価したらしく、以後道三は信長のことをいろいろと助けてくれたと言われています。
さて、話を織田氏に戻しましょう。信長の家は信長派と信勝派に分かれたという話をしましたが、その後さらに織田氏は分裂していきます。というのも、信長の上司にあたる織田彦五郎が今川氏と同盟を結び、信長と対立するようになっていったのです。しかしこれに反対したのが、そのさらに上司にあたる守護の司馬吉宗という人物でした。ちょっと複雑なので一度地図で整理してみると、このような位置関係になっています。つまり清須城には今川と同盟を結びたい織田彦五郎と、今川と同盟を結びたくない司馬吉宗が一緒にいる状況です。こんな状況だったので、織田彦五郎は司馬吉宗を殺害してしまい、今川氏との同盟を強引に進めました。殺されてしまった司馬吉宗には司馬義兼という息子がいましたが、司馬義兼は運よく狩りに出かけていたから殺されずに済んでおり、信長を頼って逃げてきます。こうして信長は義兼を保護することにより大義名分を獲得しました。守護の命令により守護代を攻撃するという状況が出来上がったんです。その後、信長の叔父である信光が彦五郎に協力するふりをして清須城に入り、彦五郎を切腹させて信長に城を譲りました。こうして信長は司馬義兼と共に清須城へと本拠地を移し、今まで本拠地としていた名古屋城を信光に譲るんです。さて、再び斎藤氏に目を向けてみましょう。この頃の斎藤氏は、斎藤道三が家督を嫡男の俊久に譲り、道三が実権を握りながら俊久を後見しているという状況でした。その俊久がある時病気と称して稲葉山城に引きこもります。しかしそれは俊久の嘘、クーデターの始まりでした。俊久は道三に可愛がられていた2人の弟を遺言を伝えたいと偽って呼び出して殺してしまうんです。この知らせを聞いた斎藤道三は大層驚いたことでしょう。大桑城へと移動して戦いの準備を整えます。こうして始まったのが長良川の戦いです。大桑城から出陣した斎藤道三は鶴山へと登り陣を構えました。これを聞いた織田信長も道三に加勢すべく美濃へと向かいます。一方の俊久も北西へ向けて軍勢を出し、道三もこれに対応して軍勢を出しました。両軍は長良川の近くで入り乱れた乱戦となり、しのぎを削り唾を割る、そんな戦いが繰り広げられましたが、兵力で負けていた斎藤道三は敗北。信長の援軍が到着する前に決着がついてしまいました。斎藤道三が死んだことにより、織田斎藤の同盟は破綻。強力な同盟関係を失っただけでなく、美濃と尾張は再び戦うことになっていきます。さて、こうして父を殺すことで家督を継承した斎藤俊久は、名字を斎藤から一式に、名前を俊久から高政に改めます。その後、足利義輝から一字をもらって一式義達と名乗るようになりました。この一式義達が尾張情勢に介入してきます。信長の家は信長派と信勝派に分裂している状況だったので、義達からすると信長が負けてほしいです。ということで義達は信勝派を支援していくようになります。さらに伊勢守家も信勝を支援するようになりましたので、尾張を二分する戦いとなっていきます。こうして始まったのが伊能の戦いです。まず信長は清須城から出陣して待ち伏せをしました。そこに到着した柴田勝家の軍勢と激突し勝利を収め、次に到着した林道朝の軍勢と激突し林道朝を討ち取りました。こうして戦いに敗北した信勝派は敗走。これ以降末盛城に籠城します。その後も信長は末盛城への攻撃を続けていきますが、末盛城にいた母の取りなしによって信勝は母と共に清須城に出頭して降伏。こうして信長派と信勝派の対立は終わりました。とはなりませんでした。信勝はまたも謀反を計画し、信長に反旗を翻そうとするんです。しかしこの計画は信勝派の筆頭として活躍していた柴田勝家、彼が信長に計画をばらしたことによって未遂に終わります。信長は先手を打って信長は病に倒れたという噂を流します。その噂が信勝の耳に入った頃に、信勝のもとへと柴田勝家を送り込んで信長へのお見舞いをすべきと言わせたのです。この話に乗って清須城へとやってきた織田信勝は織田信長によって見舞いの席で殺されます。こうして織田氏の内紛は終わりを迎えるんでした。
ていかがだったでしょうか。その後信長はその他の敵対勢力を次々と抑えていき、尾張統一を進めていきました。しかしそんな信長を次の試練が待ち受けていました。東から今川義元がやってくるんです。ということで次の動画では桶狭間の戦いについてお話ししていきます。それではまた次の動画で。